どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。月が出た、月が出た、よいよい。今回は週刊少年ジャンプ2021年43号、ワンピース最新話、1026話、天王山を考察していきます。この1026話では、半年前から何度も予告してきた語呂合わせ、ひまつりが完成したようです。この1026話は、小田先生がワノ国編で仕掛けた壮大で濃密な構成がわかる、僕的には神回です。どういうことでしょうか？一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。前回1025話では竜となった桃之助に乗ったルフィが鬼ヶ島に復帰しましたが、今回1026話のスタートは花の都で火祭りを楽しむ人々。これが1026話の話数の語呂合わせ一つ目、火祭りでしょう。火祭りとは亡き人に思いが届くとされる日で、それは日本において祖先の霊を祀る行事、お盆と同じでしょう。ちなみに1026話の扉絵では、ナミがひまわりライオンの服をライオンのミンクに仕立てていますが、このひまわりライオンは今は亡きベルメールさんがナミにプレゼントしたエプロンと同じです。ナミの後ろにはフランス語でオートクチュールナミ、つまり高級衣装店ナミと書かれています。77話夢の一歩でベルメールさんがナミにあげたひまわりライオンはまさにサニー号そのもののイメージですから、ナミの亡き人への思いが扉絵で描かれています。脱線しましたが、火祭りを楽しむ天狗山非鉄はここで鬼ヶ島へ向かったお玉の安否を心配しています。これが1026話の話数の語呂合わせ2つ目、突るでしょう。突る、つまり突撃する。お玉が鬼ヶ島に突撃したのは995話覚悟と996話勝ち込むでした。わずか8歳のお玉の気合を感じます。そして亡き人に思いが届く火祭りでお玉の気合が描かれたということは、エースはもちろん、もしかするとお玉は両親をカイドウたちに殺されたのでしょうか。そんな花の都の上空にはすでに鬼ヶ島が到着していますが、雲で陰ってまだ祭りを楽しむ人々は危険な状況に気づいていません。場面は変わって鬼ヶ島屋上。そこにはメアリーズの男が屋上の様子を監視し、鬼ヶ島屋上に2匹の竜がいることを音声付きで鬼ヶ島全土に伝えているようです。これが1026話の話数の語呂合わせ3つ目、天に竜でしょう。僕は中国語で竜と読みます。2匹の竜が対峙する鬼ヶ島屋上。ここでカイドウは火の息を放とうと構えます。ルフィは桃之助にも火を吐けと言いますが、桃之助は無理、戦いに来たのではないと断ります。このあたりも火祭りでしょうか。なんとかカイドウのボロブレスを避けたビビる桃之助を尻目に、ルフィが922話でも見せたゴムゴムのエレファントガンで攻撃します。これを見た桃之助はルフィの言葉を思い出します。おい桃、カイドウに噛みつけ。そう、ルフィは922話でカイドウに出会って3秒即エレファントガンをぶち込んで噛みつき食らいついていました。さらに桃之助は火の海になったおでん城の母光月時を思い出し、カイドウに勇気を出してガブッと噛みつきました。そこではさらに父光月おでんをバカにされたことも思い出し、さらにメキメキと力強く噛みつきます。これが1026話の話数の語呂合わせ4つ目、トゥーニブルでしょう。トゥーニブルとはじわじわと噛み食らいつくという意味です。カイドウに威嚇される桃之助。しかし父と母の無念を思い出し、桃之助はひるみません。それを見たルフィは桃之助を褒めたたえカイドウを殴ります。場面は変わって犬嵐 VS ジャック。ジャックは竜は雷雲を呼ぶ、今宵の月はもう見納めだなと語り、満月は陰って犬嵐の数論化が解けて絶体絶命。一方猫マムシも同じく数論化が解けて絶体絶命。これが1026話の話数の語呂合わせ5つ目、閉じるでしょう。雲で満月が閉じました。再び場面は鬼ヶ島屋上。ルフィは桃之助が噛みついたのは四皇のカイドウ。それでもこの世にまだ怖いものがあるのかと桃之助を奮い立たせ、花の都に落ちそうな鬼ヶ島を止めてこいと言います。やはり鬼ヶ島を止める役割は桃之助だったようです。これは8ヶ月前の動画魚人島先取り説で考えました。ピンク色の白星姫とピンク色の桃之助は表裏一体であり、魚人島に落ちるノアの箱舟をルフィが止めようとするのを白星が止めたなら、桃之助は逆に花の都に落ちる鬼ヶ島をそのまま止めると。ちなみにデッケンは白星が早く大人になることを望んでいましたから、ここも表裏一体となっていて面白いです。
花の都に落ちる鬼ヶ島を桃之助が阻止すれば、倭の国の将軍として桃之助は民衆から迎え入れられるでしょう。さらにこれは400年前とも表裏一体になりそうです。400年前、倭の国には竜が現れて滅びそうになりましたが、これを東神様こと下月龍馬が阻止しました。一方現代では逆に竜である桃之助が倭の国を救うと、脱線しましたが、ルフィはここでカイドウには俺が必ず勝つと再びカイドウとの足での勝負を挑みます。これが1026話の話数の語呂合わせ6つ目。独り占め。独り占めでしょうか。ルフィの宣言を聞いて歓喜に包まれる鬼ヶ島。これを聞いたビッグマムはルフィを面白い男と評価しています。これはもしかするとルフィを気に入ったのでしょうか。カイドウをもしもルフィが倒せたら、ビッグマムは面白がってルフィには倭の国で手を出さないかもしれません。差しでやるならカイドウだろう。カイドウの最強伝説を打ち破るなら、やはり差しでの勝負を制してこそということでしょう。ここまで僕は鬼ヶ島屋上で桃太郎の桃之助、猿のモンキー D ルフィ、犬の山と大口の真上が揃ったことで、残る記事は光月日和であり、日和が鬼ヶ島屋上に現れて桃太郎が実現すると考えてきましたが、この考察は外れたようです。桃之助は鬼ヶ島を止めるために屋上を離れるでしょう。ということは、記事はもう登場しないのでしょうか。まだわかりませんが、話を進めましょう。ルフィの宣言を聞いたカイドウは、俺に勝てる可能性でもあんのかとルフィに問いかけますが、ルフィは、生きてんだから無限にあんだろと返します。自殺が趣味のカイドウは希望を捨てて戦争をする男ですが、ルフィは生きていれば可能性は無限にあるという希望を捨てずに戦う男ですから、二人の対比が面白いです。これが1026話の話数の語呂合わせ7つ目。実力。実力でしょう。希望を捨てた男の覇王色と希望を捨てない男の覇王色がぶつかり合い、点が割れます。これが1026話の話数の語呂合わせ8つ目。閉じ目。閉じ目でしょう。閉じ目とは本などを閉じ合わせたところです。そしてここまでワンピースでは点が割れたのは過去2回描かれています。1度目は四皇シャンクスと四皇白ひげの戦い。2度目は四皇カイドウと四皇ビッグマムの戦いです。そして3度目は四皇カイドウとルフィの戦いですから、まさにルフィは四皇レベル5番目の皇帝です。そんなルフィはまさに倭の国開国の希望。それは光月おでんが20年間待ちわびたイコールジョイボーイでしょう。亡き人光月おでんと光月時の願いが天に届く。そして割れた天からは再び満月が顔を出す。光る月と書いて光月。月が出た。これが1026話の話数の語呂合わせ9つ目。天にムーン。天にムーンでしょう。さらに、これも1026話の話数の語呂合わせ1つ目の火祭り。火祭りです。火祭りとは亡き人に思いが届く日です。それは盛大に火を焚いて酒を飲みみんなで踊るお祭りです。それは日本において亡き祖先の霊を祀る行事、お盆と同じでしょう。そしてお盆では輪になって盆踊りをみんなで踊ります。ビンクスの酒の歌詞も空には輪を描く鳥の歌。この盆踊りの定番曲には炭鉱節という楽曲があります。それではここで下手くそな僕の歌をまた聴いてください。月が出た出た、月が出た、あよいよい、三池炭鉱の上に出た。あんまり煙突が高いので、さあぞやお月さん、煙た赤ロッサのよいよい。はい。この歌の歌詞で注目したいのは煙突です。倭の国は無数の煙突があり、その数より多くの不幸な労働者がいる煙突町の倭の国。囚人採掘場こと武器工場で強制労働する武士たち。それはいわば炭鉱の武士。炭鉱武士。この盆踊りの楽曲、炭鉱武士こそが倭の国編を構成する世界観だったのです。つまり月が出たとは倭の国の人々の夢、光月が出た。桃之助が出た。このお祭りで歌われる炭鉱節は、もともと小田先生が生まれた九州の炭鉱で働く人々が歌い出した労働歌であり、その後この歌は芸者遊び、お座敷で歌われるようになり、さらにお祭りでも歌われる盆踊りとなりました。この流れは倭の国編の流れとも合致しています。倭の国編序盤912話では荒野に無数の煙突が描かれています。次に932話では
オロチと小紫など芸者遊びが描かれ、そして993話、ワノ国の夢では踊る火祭りが描かれています。そしてこの1026話で、ついに月が出た。もちろんその前に月は出ていましたが、この炭鉱節は月だけの歌ではありません。2番の歌詞にはお日様に感謝する歌詞も含まれます。つまりこちらの動画でも考えたように、月の光月桃之助と太陽のルフィ、この2人が揃ったイメージでしょう。天を裂いて晴れ間を生み出した太陽はルフィのイメージだと考えます。これは光月時の歌でもわかります。月は夜明けを知らぬ君ですから、月、つまり光月家は太陽、つまりルフィが来ないと月は夜明けがわからない、知らない、実現できない。さらに囚人採掘場の炭鉱の武士たちのセリフからもわかります。俺たちは奴隷のままさ。こんな閉ざされた国には助けも来ねえ。炭鉱の武士たちは955話でこのように悲観していましたが、ワノ国にはルフィがやってきています。この話は太陽の神ニカの伝説の通りです。太古の昔に奴隷たちがいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士、それが太陽の神ニカイコールルフィイコールジョイボーイでしょう。以上のことから1026話で月が出た描写の語呂合わせは火祭りだと考えます。火祭りとは亡き人へ思いが届く日です。亡き人とは誰でしょうか。それはもちろんワノ国の開国、夜明けを願っていた光月おでんと光月時、そしてさらに世界の夜明けを願っていた死んだペドロもです。955話ではペドロの墓も描かれていました。ペドロはオールケーキでルフィたちを逃すために自爆しました。このペドロはシャンクスと同じようにロジャーの意志を受け継いだキャラクターでもあります。俺の時間には限りがある。いいか、人には必ず出番ってもんがあるんだ。ロジャーもまた世界の夜明けを待っていた男です。ここで話を再び月が出た炭鉱節に戻りましょう。盆踊りの楽曲炭鉱節がワノ国編の構成に深く関係しているなら、炭鉱節の2番の歌詞にも注目したいです。炭鉱節には無数のバージョンの歌詞がありますが、ここではこちらの炭鉱節の2番の歌詞、いくら掘っても掘りきれぬ国の宝だ四季を出りゃかたじけないぞよお日様がひらりキラキラ銀の色という歌詞に注目したいです。この歌詞は過去に考えたワノ国の地下にロードポーネグリフがあるのではないかという考察と合致しています。どうでしょうか。本編の流れに戻りましょう。ルフィが天を割って月を出したことで絶対絶命だった犬嵐と猫マムシが再び通論化します。これが1026話の話数の語呂合わせ10個目。転じるでしょう。ここで犬と猫は2人同時におでん一刀流を放ちます。これが1026話の話数の語呂合わせ11個目。0を前につけておでん二刀流でしょう。2桁目の2を20と捉えて2頭です。二刀流じゃなくて一刀流じゃんと思うかもしれませんが、光月家と数百年前から親交があるミンク族の昼の王犬嵐と夜の王猫マムシが同時におでん一刀流を放ったということは、合わせて2頭だと僕は考えます。ミンク族関連の仇討ちはこれで完了でしょう。亡き人ペドロの魂が報われます。そんな仇討ちを宝物殿の隅で見ていたのはオロチ。なんと黒ずみオロチがやはり生きていました。カイドウに切られても赤鞘たちに切られても、ヤマタノオロチは8つの首を持つ蛇ですからしつこく生きていました。ヤマタノオロチの能力はほぼ不死身なのでしょうか。とりあえずオロチの生存は福禄寿から読み解けたようです。福禄寿は雷蔵に亡霊に使えるのかと馬鹿にしていましたが、このセリフは福禄寿が使える黒ずみオロチが生きていないと成立しないセリフだからです。ということは黒ずみオロチを倒すのは誰でしょうか。それはもしかすると光月日和。ちょうど宝物殿には謎のシルエットが描かれていました。もしも光月日和が雨の幅切りを鬼ヶ島に持ってきていれば、その刀でオロチを切るのでしょうか。光月日和は、オロチは私の手で殺したいくらいです。と言っていました。ただ、日和が剣術を扱えるとは思えません。となるとやはり、桃之助なのでしょうか。鬼ヶ島を止めに行く前に、桃之助はオロチを発見する。もしくは、閻魔を持つゾロでしょうか。ゾロは殿安の仇は必ず撃つと言っていました。ちなみに、数日前、こちらの動画では、光月時の謎の歌詞、9つの影を落としとは、落語の時そばが元ネタだと考えました。これらは確かに裏設定としてはありえそうですが、
コメント欄ではもっとわかりやすい9つの影が描かれるのではという意見もありました。そして黒住オロチは今回生きていましたから話が変わってきます。ここから9つの影について再度考察できそうです。それはヤマタノオロチに変化した黒住オロチの首の影が8つ、大きなカイドウの影が1つ、合わせて9つの影が浮遊する鬼ヶ島から落っこちれば、光月時の歌詞がわかりやすく表現されそうです。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1027話や1028話の展開を話数の語呂合わせとともに考えていきましょう。今回1026話の語呂合わせ予想として火祭りは的中できましたが、1026話では光月ひろりの登場を予想していたのでこちらは外しています。ですので考え方を一新して再び予想していきましょう。1027話の話数の語呂合わせ予想1つ目は先週と同じく手をつなぐ。手をつなぐというのはどうでしょうか。キラー VS ホーキンスが現在行われていますが、ホーキンスの能力でキッドの命とホーキンスは繋がっており、これを崩すのはホーキンスにあってキッドにはない左腕が鍵となると考えましたから、キラーがホーキンスの腕を切り落として勝利した後、同時に切り落とされたキッドの左腕を自らの直々のみの能力で繋ぎ直すのかもしれません。それが手をつなぐでしょうか。それともシンプルにローとキッドが手をつなぐ共闘技が放たれるのでしょうか。1027話の話数の語呂合わせ予想2つ目は異列なし。異列なしというのはどうでしょうか。現在登場している刀の中で公式に異列なしと認定されているのは71巻 SBS で語られたローが持つ妖刀帰国だけです。帰国とは死者の魂が恨めしく泣くという意味です。それぞれの身で魂を操るビッグマムに対抗できるブルックのような魂技を帰国を使ってローが放つかもしれません。それがもしかするとホーキンスに縛られたキッドの魂を解放する鍵にもなるのでしょうか。1027話の話数の語呂合わせ予想3つ目は手品。手品というのはどうでしょうか。こちらの語呂合わせもキラー VS ホーキンスやローキッド VS ビッグマムが展開されそうな語呂合わせです。1027話の話数の語呂合わせ予想4つ目はどっち。どっちというのはどうでしょうか。7は中国語で T です。竜の桃之助を見た CP0 が慌てたり疑問に思うかもしれません。さらに次の次、1028話の話数の語呂合わせ予想1つ目は電磁波。電磁波というのはどうでしょうか。電磁波ということは1028話でキッドがビッグマムに大技を決めるのでしょうか。以上です。皆さんはどう思いましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。